皆さんこんにちは、とこママ情報局です。今日は鎌倉にやってまいりました。鎌倉は何度も来ておりますけれども、とにかくね行きたいところがたくさんありすぎますね。少しずつね、一箇所一箇所回っていきたいと思っているんですけれども、今日はそんな鎌倉の中で、最も有名なうちのお寺のうちの一つとも言えるんじゃないでしょうか。はい、鎌倉五山の第1位であります建長寺に今日は行きたいと思います。大変有名なね建長寺なんですけれども、実は私伺ったことがなくてですね、詳しくどんなお寺なのかということも存じ上げないんですよね。で今日は、その建長寺さんのことをね、いろいろと詳しく学びながら、境内もねとても広そうですので、楽しく参拝をさせていただければと思います。今回は JR 横須賀線北鎌倉駅から歩いて向かいます。線路沿いの道を鎌倉方面へと進んでいきます。この道沿いには円覚寺、またもう少し先には紫陽花で有名な明月院もあり、鎌倉を代表する名所だらけのエリアです。線路沿いの道から鎌倉駅方面へ続く県道を道なりに登っていきます。結構車通りが多いです。はい、北鎌倉の駅から15分ほど歩いてきました。到着しましたね。こちらになります。はい、臨済宗五山第一建長寺、大きな石立っています。鎌倉学園ってここなんですね。通称鎌学っていうね、学校ですよね。スポーツも強い。さあ、はい、こちら建長寺。もうここに立派な門があります。こちらが駐車場になっていますね。そしてあちらに門が見えます。総門と言われる門ですね。瓦の立派な門です。ここに建長寺の境内図がありました。広いですね。今ここですね。総門をくぐって、これ実はこうずらららっと一列に並んでいます。主要な建物がほぼ一直線上に並んでいますね。中国広州にある五山第一の金山万寿禅寺を模した伽藍配置だと言われています。はい、それではこれからいよいよ総門をくぐって境内の方に進んでまいります。こちら小福山という額がかかっていますね。大きい額です。失礼いたします。拝観受付こちらですね。はい、失礼いたします。拝観料は大人500円、子供が200円。はい、拝観受付を済ませました。境内参道を進んでいますけれども、まずこちらにですねさざえり石があります。はい、さざえり石、君が代に歌われるというね細かい石が寄せ集まって大きな岩になっているっていう、そういったものですね。はい、さざえり石といえば、岐阜県のものとされ、岐阜県のね産地のものとされています。鎌倉五山の第1位、臨済宗建長寺派の総本山建長寺。1253年、鎌倉幕府第5代執権北条時頼が中国宋の高僧蘭渓道隆を迎えて創建した日本最初の禅宗専門道場です。
鎌倉時代の末頃にはお坊さんやその他の数は数千人に近い数であったと言われています。そんな建長寺には文化財が数多く残っています。順番にご紹介してまいります。まずこの三門、国の重要文化財に指定されています。1775年に再建された門で、高さは20メートルもあります。山の門ではなく漢数字の三門と表記されていますが、これは悟りに至るまでの3つの法門、三下脱門のことで、くぐることであらゆる執着心から解き放たれるとされています。山門をくぐって向こう側に仏殿があるんですが、現在改修中ということで、その姿見ることできませんね、今日はね。はい、こちらも重要文化財の仏殿なんですけれどもね、屋根の、吹き替えを行う、屋根替えを行っているっていうことでね、残念ながら覆われてしまって見ることはできません。ただね、お写真がねちょっとあるので見ることはできるのかな。仏殿には建長寺のご本尊地蔵菩薩が奉安されています。北条時頼と蘭渓道隆の迷いの中から救い、悟りを得るという願いが込められています。現在の建物は創建当初より4代目のものと言われ、東京の芝の増上寺にあった徳川二代将軍秀忠公の奥様お郷の方のお玉屋を建長寺が譲り受けたものです。徳川家との強い結びつきを表していますね。令和9年8月まで工事により拝観ができませんが、生まれ変わった仏殿を拝観できる日を待ちたいと思います。はい、仏殿はね残念ながら見ることはできませんでしたけれども、国宝があります。国宝の梵鐘ですね。こちらです。この梵鐘は建長寺の創建から2年後の1255年に鋳造されたもので、高さ 2.1 メートル、重さ 2.7 トン、度重なる戦災を免れました。第二次世界大戦中の接収という運命を免れた梵鐘はほとんどなく、奇跡の梵鐘と言えます。また関東一美しい梵鐘として知られ、音色が人の鳴き声に似ているということから夜鳴き鐘と呼ばれているとか。夏目漱石は鐘つけばイチョウ散るなり建長寺と読んでおり、正岡子規の書き食えば鐘が鳴るなり法隆寺は漱石の句を参考にして読まれたと解説看板に書かれていました。教科書には書かれていないこういった裏話も面白いですね。今改修中の仏堂のすぐ後ろにこちら法堂があります。こちらも重要文化財です。すごいなんかコンサートの準備をされているようなピアノの音が聞こえてきます。関東最大の法堂で、敷地にいる僧侶全員がこの法堂に集まってご住職様の説法を聞いたそうです。そういった場所であったことから、仏殿のように仏像を安置していませんでしたが、次第にさまざまな儀式を行うようになり、現在は千手観音をご本尊としています。鎌倉において法堂が残っているのはこの建長寺だけという大変貴重な建物です。そしてこの法堂でぜひご覧いただきたいのがこちら、天井の雲龍図。建長寺の創建750年を記念して小泉純作画伯によって描かれたもので、2002年に海岸法要が営まれました。天井に描かれることが多い龍、修行僧に法の雨を降らすという意味が込められているのだそうです。また龍は水を司る存在であることから、火災から守るという意味もあるのだそうです。と
ても迫力がありますね。いやー、天井の雲龍図がすごい迫力でした。なんかね、ピアノのなんでしょうね、わかんないですけれども、リサイタルか何かの、練習のようなこともされていてね、ピアノが響いていましたね。はい。境内広いですね、やっぱり。さあ、続いて豪華なね、門が見えてきました。こちらも重要文化財ですね。すごい。はい、ここはまたね、金の装飾がとっても豪華です。この門もまた東京芝増上寺お郷の方のお玉代の門として建てられ、その後建長寺に寄付されました。16世紀後半の日本の屋根の建築様式で作られた朱塗りの門に技巧を凝らした金具が各所に施されています。この門は現在閉じられていますが、後ほどご紹介する北条の正門となっています。どこ行った？続いては庭園北条拝観入り口というところにやってきました。はい、ここでは靴を脱いでこちらに上がらせていただきます。はい、ここから見える庭園が素敵ですね。すごく白い石で木の周りをね装飾しているというちょっと独特なお庭ですね。綺麗。先ほどの唐門の内側です。枯山水となっていて、白い小石の線は水面の波紋を表しているようですね。豪華な唐門と枯山水が見事に調和しています。このお庭に面しているのが北条と言われる竜王殿です。これね、座禅中は撮影禁止みたいなんですが、今はね座禅行われていないので撮影は大丈夫のようです。現在こちらは法要、座禅、研修の場所として使われています。座禅会場とありますね。座禅をされる方はお入りください。ここでね座禅もさせていただけるようです。はい、そしてこちらがですね、国の史跡にも指定されている庭園です。建長寺を開山した蘭渓道隆によって作られた庭園で、三碧地と名付けられた池を中心に構成された国指定名勝の地泉鑑賞式庭園。北条からの眺めを計算して築堤されています。眺めているだけで心が穏やかになり、静かに禅の世界観も体感できる、そんな庭園でした。これで建長寺の主要な建物はご紹介しましたが、境内はまだまだ広く歴史的な見どころがたくさんありますので、時間がある時にまたゆっくりと何度でも訪れたいと思いました。最後にこんな素敵な御朱印を授かりました。八頭の雲龍図が描かれた切り絵の御朱印です。龍の細かな切り絵が見事ですよ。はい、鎌倉建長寺いかがでしたでしょうか。国宝重要文化財、もうね見どころがたくさんあってすごく楽しめました。はい、境内もねとっても広くて、実はねこの先にもずっと道が続いておりまして、ここはずっとこの先15分ほど行きますと半僧坊というね天狗が祀られているところがあるようなんですね。そちらまで行きたいところではあるんですが、今回建長寺の動画はここまでとさせていただきます。と言いますのも、その半僧坊から実はハイキングコースが続いておりまして、そのねハイキングコースが鎌倉屈指のハイキングコースと言われております天苑ハイキングコースと言われているところなんですね。ここのコースねずっ
と行きたいなと思っておりましたので、そろそろ紅葉もね綺麗な季節になってまいりましたので、次回の動画でこの建長寺から入りまして半僧坊を通っての天苑ハイキングコースの様子をねお楽しみにしていただければと思います。そちらの様子をお伝えできればと思っております。さすがにねこの着物でねハイキングというわけにはいきませんので、お洋服をね着替えて、お天気良ければ素晴らしい紅葉もね見ていただけるんじゃないかなと思います。はい、それでは次回の天苑ハイキングコースの方もどうぞ楽しみにしていてくださいね。建長寺の門前にあるこちらのお店、天津庵。実はけんちん汁は建長寺が発祥と言われており、ここでは建長寺公認のけんちん汁がいただけるんです。歴史を感じさせる佇まいも素敵です。メニューがこちら。そばやカレーもありますが、やはり最初にいただくべきは伝承けんちん汁です。こちらがけんちん汁塩むすび小鉢のセット。けんちん汁とは大根や人参などの野菜を油で炒めてから煮込む精進料理。さあ本場のけんちん汁はどんなお味なんでしょうか。いただきます。けんちん汁の発祥については諸説あるとされていますが、建長汁が転じてけんちん汁になったというのが最もポピュラーな説となっています。いろいろな種類の野菜や豆腐が入っていて美味しそう。素材の味が生かされていて、だしと野菜の優しいうまみがとても美味しいです。次に塩むすび。外食で塩むすびをいただく機会ってあまりないので、その素朴な美味しさに感動してしまいました。結構塩が効いていて、優しい味のけんちん汁とのバランスがとても良い感じです。いやー美味しいですね。動画には映っていませんが、築100年の建物をリノベーションした和の空間。広々としたお座敷はほぼ満席。多くの人がこのけんちん汁を味わっていました。お家でも作れそうなけんちん汁ですが、やっぱりこの場所でいただくから意味があり、美味しさもひとしおなんだろうなと思います。心も体も温まりました。ごちそうさまでした。実はお店の奥にはこんなお部屋が、なんと演奏がある座禅堂になっているんです。円は禅の世界で演奏と呼ばれ、完全無限宇宙を表しています。丸い窓から見える景色、別の世界が広がっているように感じますね。こちらには自由に入ることができますので、けんちん汁と合わせてぜひ禅の世界観を感じてみてください。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。